こんにちは、占い師のなつです。勝手に万端メンバーを占ってきましたが、とうとう最後の一人、ててくん、B を見ていきたいと思います。今回は、四柱推命の名式のみで性格や運勢を、だからそうなのね、なんて、楽しんでいろいろ想像してお伝えさせていただいてきました。去年の夏頃は、ほんとみんな同じ顔に見えちゃって、全然顔も名前も一致しなかったんですが、今はいろんな名前で呼んじゃいますし、バンタンの魅力はいろんな顔っていうのもあると私は個人的に思います。オンとオフのギャップがほんと信じられないくらい、別人って最初は思っちゃいますよね。ててくんも最初はダイナマイトからだったので、ザ・かっこいい超イケメンのイメージだったんですけれども、V ライブとか、ラン BTS での天然具合とか、もう本当に衝撃すぎましたね。そんなててくんは、1995年の12月30日生まれの25歳。そして本当予想通りの変異さんでした。ちょっと他の人とは違う感性を持った人なので、周りからは変わっているって思われやすかったりですとか、何を考えているのかわかんないって思われがちの人なんですよね。ですが、それが変異さんの魅力で、とてもクリエイティブな才能に溢れる星ですし、独特の感性を活かせる芸術的なことっていうのにもとても才能を発揮できる人です。それでは、ててくんの性格や性質を見ていきたいと思います。外面的な性格、外から見えやすい性格っていうのは、動物占いで言うと、ククくんですとか、シュガと同じコアラさんで、四柱推命では、病の人になります。楽しいことが大好きで、本当社交的なんですけれども、感受性が強くって、一人で考え始めてしまうと、ネガティブな方へネガティブな方へって考えてしまうっていうところがあります。ですが大抵取り越し苦労だったりして大事なチャンスを逃してしまうっていうこともある方ではあります。精神的に弱い面っていうのもある人ですね。また周りをすごくよく見ていて人の話を鵜呑みにしないですとか気配り上手な方でもあります。またうまく立ち回るしたたかさとか駆け引きは結構上手なところもありますね。おっとりしているように見えて、実は結構計算高くって負けず嫌いっていうところがある方です。ふわーっとしているようで、いろいろ考えてしまうだろうなって思うんですが、そこはやっぱり変異さん、人とは違う考え方なので、なかなか理解してもらえないっていうことも多そうですね。苦手な人ともうまく合わせていけるタイプでもあるので、本当この病の要素を持っているメンバーが多いっていうのも、メンバー同士仲良くやっていけている要因の一つなのかなと思います。内面的な性格は、RM やジミーシーと同じ愛情の星、動物占いで言うと小鹿さん、陽の人です。とっても愛情深くって、自分に愛情や信頼を寄せてくれる人を好むタイプです。好奇心旺盛で甘えん坊なのに人見知りで人一倍不安を感じやすく用心深いっていうのも特徴です。警戒心が強いので初対面の人や新しい環境は苦手でおとなしく振る舞う傾向にあります。かなり慎重で石橋を叩いて渡る人でもあります。チェック能力や欠点を見つけるのに長けていたりもしますし、好きなことを仕事にできると本領発揮される人でもあります。それでは次に運勢を見ていきたいと思います。若い頃の運勢としては考え方や生き方がちょっと偏りがちではあって、それでいてあれこれ気が多いところがあるので、陽の人は普通人見知りだったりもするんですけれども、意外と交際上手な人って出ているんですよね。確かにナムさんがこの子は芸能界でやっていけんのかなと心配していたようなんですけれども、一人でドラマに出演した時に自分で交際範囲をすごく広げていって、驚いていましたよね。そして人の気持ちをそらさずにパトロンをつかむっていう力があるようです。正直この星を持っている人を初めて見たのですごいびっくりしたんですけれども、確かに中国のアーミーさんとかなんかすごいですよね。また芸術家や文学者などにも適しているっていうふうに出ていました。
デビュー当時の2013年を見ていきますと、テテ君も2013年のお誕生日が運気の切り替え時期ですね。ですので、環境の変化はとても大きい時ですし、空母、天中殺の年でもあったので、迷いながらのスタートだったのかなと想像してしまいます。2013年からはそれまでより精神的ストレスが多い10年ですが、お仕事自体は上り調子ではありました。とはいえ、デビュー当初の運勢としては、日常的に試練を抱えてイライラしたりですとか怒ったりしやすい時期でしたし、お仕事においても嫌な面に遭遇する方が多かったようにも出てきています。今は仲のいい地味にともよくやっぱり喧嘩したって言ってましたね。二人ともこういったぶつかりやすい運気でしたし、もともとの相性的にもちょっとぶつかりやすいっていうところがあるお二人なので、ちょっとしたことでも喧嘩になりやすかったのかなと思います。詳しくは相性編で見ていきたいと思います。とにかく2013年はそういった問題すべてにおいて自分が取り組むことになるのですが、最後には成果を得られる時で、それが自分を成長させるチャンスの時っていうのでもあったんですよね。そこからは趣味的なことや得意なことに重点を置くと運気が上昇する時ではあったんですが、2015年は特にしんどい時期だったのかなっていうふうに出てきていますね。結構反対されたりですとか、敵視されたり、意見の衝突があったり、思わぬ妨害を受けやすかったりと、とにかく妥協しないといけない時っていうのが続いていたように出ているんですよね。そして2018年の運勢は、目上の人との意見の対立がありそうですが、自分の主張や意見が通らない傾向の時ですが、それがあったことで意外な基準をつかめるっていう年でもありました。何か好きなことをせずにはいられずに、無我夢中になって突っ走ってしまうっていう年でもありましたね。いろんな才能がある人ですし、違うことがやりたかった部分もあったのかなと勝手に推測してしまいます。そしてダイナマイトがヒットした2020年。昨年も気持ち的には心配事を抱えたりですとか、ストレスが溜まりやすい1年ではありましたが、趣味や特技が注目されやすいっていう年でもありました。ですが、今年はテテコにとってここ数年の中では一番落ち着いた運気になるかもしれないですね。自分の努力を目上の人や周囲が十分に評価してくれて、応援支援してくれる時です。地位を落としてかえって大きな利益を得られるっていう暗示も出ているのですが、何があるんでしょうね。本業以外の芸道や趣味の世界で第一人者に会う暗示っていうのも出ていて、それによって運を動かしていくっていう可能性もありそうです。いずれにせよ今年はまた以前の屈託のないテテ君の笑顔が多く見られるのかなっていう年なので、本当に嬉しいですよね。最後になりますが、2023年からの次の10年になると、独立運なども出てくるので、ゆくゆくはやっぱり自分のやりたいことですとか、好きなことをやっていく人なのかななんて思ったりもします。ですが、とても愛情深くて優しいティヒョン君なので、アーミーのためにどんな選択をするのかっていうのも目が離せないですね。今日は BTS ティヒョン氏、ビ君を見ていきました。7人を見てきて思ったのは、確かに全然違う個性の強い7人ではあるんですけれども、何か問題があったら話し合いをしなさいっていうパンピー D の教えっていうのが本当にすごいなって思いました。というのも、きっと言わなかったらお互い分かり合えるまで話し合おうとする性格の人っていうのがメンバーの中に一人もいなかったんですよね。話し合えばちゃんと理解し合える要素をたくさん持っているメンバーですし、この7人が選ばれたってことがこれからお伝えさせていただく相性を見ていても本当に奇跡的だなって思いました。これからメンバー同士の相性もそれぞれ見ていったり、他の占いコンテンツなども考えているので、よかったらいいねやチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。アンニョン。